こんにちは、ももよです。こんにちは。はい、今日はね、癒しについて、なんかね、癒しってすごい言うじゃないですか。私もすごく言うし、癒されて目覚めるっていうフレーズを私は結構使うんですけど、なんで目覚めるのに癒しが必要なんだろうって思う方もきっといると思うんですよ。だし、そもそも癒しってなんだろう、猫カフェに行って癒されるとかっていうのもあるわけじゃないですか。でもこのスピリチュアルでいうところの、桃代がよく使う癒し。それってなんだろう。スピリチュアルでいうところの癒しとか、本来の意味での人間が癒されるっていうのはどういうことなのかっていうのをちょっと改めて整理したいなと思うんだよね。スピリチュアルので使われる言葉、その言葉だけが一人歩きしていて、意外と実際にじゃあそれってどういう意味っていう風に聞かれた時にってなることって多いんじゃないかなと思うんですよね。じゃあ今日はちょっと癒しだけじゃなくて、目覚めも少し軽く触れようかなと思うんだけど、目覚めるって何っていうことじゃないですか。そもそも何に目覚めるの、何から目覚めるのっていうことなんですけど、何から目覚めるかっていうと、これは私たちのマインドなんです。よくいつも言ってますね。マインドとは何かっていうことなんですけど、思考ですね。いろいろ考えて、自分のことだったり自分以外の人だったり、この世で起きていることをジャッジするフィルターのことをマインドって言うんですけど、ずっと頭の中でいろんなことを考えてるじゃないですか。もうこれ全てマインドなんですけど、この頭の中によぎる声が私たちって本当の世界だっていう風に思い込まされて生きているわけです。もうすっごい難しいと思います。このマインドがあってマインドじゃない世界って何っていうことなんで、基本的には目覚めるっていうのは経験した人にしか実は理解ができないものであって、だから眠っている状態で目覚めたいなって思う時って、それって想像でしかないんですよ。想像してそっちの方がいい世界っぽいから私もそっちに行きたいなぐらいのことで、実際にこれって経験しないとそれってどういう世界の話なのかっていうのはちょっと分かりにくいとは思うんですけど、それは当たり前のことで、一応メカニズムとして説明すると、すっごく簡単に話すとね、スピリットがあります。中心、自分の内側に中心で、スピリットっていうのはもうこの感覚として本来はあるべきなんですけど、ここにがっつりマインドがってもうべったりこびりついていて、私たちっていうのは自分のスピリットって本来もう感じにくいというか、もうほぼほぼ感じられないぐらいマインドがべったりこびりついてしまっている状態なんですけど、このマインドがこびりついていることに気づいて目覚めるっていうのはどういうことかっていうと、こっちがスピリットで、マインドを俯瞰するスピリット、こっちの自分が本当の自分だって気づいて、ってこのマインドに対して、あなた私じゃなかったじゃんっていう風になる。で、実際にこれがこうなるのっていうのは目覚め体験なんですよ。これでは目覚めたとは言えないんですね。で、それなんでかっていうと、このマインドってこれまで何十年って私たちにくっついて私と化して生きてきたわけだから、目覚め体験をして、これは本当に人によるんですけど、この体験をすることでバラバラってこの思考の方がバラバラバラって自然に消えていく人ももちろんいますけれど、私の経験上こうやって目覚めを体験
させる。何らかの形でね。瞑想なのか、私のエネルギーワークなのか、日常で生きててたまたまなのか、交通事故にあって、本当に死にかけて、パッて何らかで、マインドとスピリットが切り離される瞬間っていうのを目覚め体験っていう風に言って、これが、起きたとして、本当にこのまま思考がバラバラって崩れ落ちてくれればいいんですけれども、大いにこの思考、マインドっていうのはすっごい勢いでここにまたかぶさろうとします。で、また元の鞘に戻ろうとする。これがマインドの特徴なんですね。よく覚えておいてほしいんですけど、マインドってすっごいパワーがあって、やっぱ何十年って私たちと一緒に生きてきただけあって、そう簡単にはなくなってはくれないものなんですよ。で、私のセミナーなんかに来ていただいて、こうなる人がすごいたくさんいるんですよね。で、こうよりもやっぱりこれを経験した方が何がマインドで、何がスピリットなのかっていうのが分かるので、この経験っていうのはやっぱりあった方がいいんですけれども、私は結構このマインドに対してのワークっていうのも結構よくやるんですよね。本に書いたりとかもしてるんですけど、マインドセットを見つけようっていうのだったり、セルフイメージを見つけて、それが本当の自分じゃないんだっていうことに気づきましょうっていうことをほとんどの本に記載しているんですけど、魔法って言われるエネルギーワークなんかだとこっちをメインにやりますね。でこれもすっごい大切な作業なんですよ。こういう経験をしてないのにスピリットが何であるかマインドが何であるかっていうのを経験せずに頭で理解するっていうのはすごい難しいからなんで、これすごいやるんですけど、その後がすごい大切で、なぜ大切かって、これが戻ってこようとする力がすごい強いから、話してもまた戻るっていうことを繰り返しているとあまり意味がないんですよね。だったらこのマインドの仕組みを理解して、マインドを理解することによってスピリットがかぶさらないようになる。こっちが今度は力を失せていく。で、このマインドがバラバラって消えてって、スピリット、目覚めた状態で生きていけるようになりましょうっていうのを、私はすごく目指しているんでしょうね。はい。で、今日はその癒しって私冒頭に話したんですけど、スピリットとマインドに分かれるっていう経験、目覚め体験みたいなのができたとして、マインドがかぶさってくる一番力が強いもの、わかる？このなんていうか吸引力みたいなのって何なのかって言った時に、これが心の傷なんですよ。つまり過去のトラウマが強ければ強いほど、この戻ってくる力っていうのはすごい強いんですよ。なぜなら、過去にすごい辛い経験をした場合って、私たちのマインドの特徴として、二度とああいう経験をしたくないっていう、サバイバル機能みたいなものだと思うんですけれど、なので、ああいう経験をしないために、私に任せなさいっていうマインドが生まれてくるんですよ。私があなたをコントロールすれば、あなたは失敗せずにこの人生をうまく生きていけるわ、みたいな感じで最初はマインドができるんですけど、このマインドっていうのは、過去に経験した辛い経験を二度としないために生まれたものなので、今実際私たちが生きてて、そういう経験を別にしていなかったとしても、ああいう経験をしないためにこれをしなさいみたいな、過保護なお母さんみたいな感じでずっと付きまとってきて、でどうなるかっていうと、お母さんが追いかぶさってて、転ばぬ杖みたいなのを全部やるから、子供が自分で全く自分の人生を選択できないみたいな状態が、要するに私たちがスピリットで生きられていない状態っていう風になるんでしょ。で、私よく言ってるんだけど、トラウマを持たない人って本当にいないんですよね。といった意味では、どんな人でもやっぱり目覚め体験をしても、やっぱりマインドって追いかけてくるものだと私は思っていて、
で、私のことをね、本当に宇宙人とコンタクトがあって、なんかすごくなんかいろんなエネルギーワークとかが使える、なんかこう魔女のような宇宙人のような人だっていう風に思ってくださってる方すごく多いし、私もそれはそうだと思うんだけど、私が自分で自分のことをどういう人だって言うかっていうと、本当この世で誰よりも自分の心を癒した人、過去形っていうか現在に至る、そのぐらい私はすごく傷ついたマインドっていうのを誰よりも持っている持ち主でもそのマインドに本当に自分で癒しにかかったっていうことをもう本当自負できる人だと思っているんですよね。人を癒すのって結局自分が癒されたところまでしか絶対癒してあげられないんですよ。これは私のセミナーに来てくださった方、特に舞台に立った方、一緒に舞台にね上がってきてくださった方だとよくわかると思うんですけど、私の隣に立つともう癒しが勝手に起こるわけじゃないですか。なんか桃代さんの目を見ただけでもう涙がハラハラみたいなのは何かっていうと、その私が癒された分、癒されるとその分スピリットのエネルギーって強くなるんですよね。で、結局人間が人間を癒すってどういうことかっていうと、その人が持つ波動が自分以外の人を同じバイブレーションにしていくってことなんですよね。なので、なんかどんなに口で私は癒されましたとか言ったとしても、その人の横に立った時の波動がその人以外の人を癒すので、結局自分がやれたとこまでしかやっぱりやれないね。なんかこう YouTube とかをやってるとさ、なんか YouTube が上手くてね、そのすごい再生とか取れちゃったりとかすると有名になったりとかするから、有名だからこの人はすごくヒーリングの能力が高いのかとか、メディアムとしての能力が高いのか、霊能力が高いのかっていう風に見てしまいがちだと思うんですけど、なんか本当のヒーラーっていうのはわかんないけど、もしかしたらね YouTube とか全然うまくなくって、何にもそういう SNS とかも使ってなくって、意外とそこら辺の角を曲がったとこにひっそりやっているヒーラーがすごく能力を持ってたりとかってするわけなんですよね。で、それはちょっと皆さんも念頭に置いといてもらった方が、自分がそういうサービスを受けるっていう時には選ぶ基準になりやすいと思うんですけど、なんていうかやっぱりその人の過去の経歴をね書いてないとか、何もその自分のことを話していない人は、自分がそういうサービスを受けるときには聞いてみた方がいいと思う。あなた自身はどういう癒しのジャーニーをされたんですかっていうことをやっぱりっていうのはもう本当に基本、自分が癒されたとこまでしか絶対に人を持っていってあげられないから、皆さんがより深い癒しを受けたいのであれば、より深く癒しの体験をされた人のとこにやっぱ行くべきなんですよ。で、やっと本題なんですけど、じゃあ癒しって何なのかっていうことですよね。これ自体も案外なんかみんな分かったようで分かってないことって多いような気がするんで、話してみようと思うんですけど、なんかね、過去にすごいこう辛い経験をするとするじゃないですか。ほとんどの場合は幼少期なんですけれども、本当に簡単な話でも、そのお母さんとなかなかこううまくつながれない、なんかこういい子でないと愛されてない気がしないとか、なんかお母さんの役に立たないと愛してもらってる気がしないとかって結構悲しい記憶じゃないですか。で、この記憶っていうのは私たちみんな持ってますよね。で、この記憶は消えることがないんですけど、私たちはこの記憶と一緒にその時に感じた感情っていうのも一緒にこの私たちの波動の中に閉じ込めてしまうんです。記憶と一緒に感情も背負っちゃうんですよね。で、癒しとは何かっていうと、記憶に対してくっついてる感情の部分、この感情の部分が癒されて
溶けてなくなる。簡単に言うとそういう感じ。で、記憶は変わらないんだから癒されるわけがないって思う人もいるんですよ。もう起きたことだし、私とお母さんの出来事とか、私とお父さんの出来事、私はお父さんから DV を受けてましたとか、この記憶変わらないんだから過去って癒されないんじゃないって思う方も実はすごくたくさんいるんですよ。だからもう過去なんか見ないで前に進んでいくんだっていう風に、もう過去に完全にシャットアウトして、その過去への悲しみとか怒りを糧に進んでいく人っていうのもたくさんいるわけなんですけれども、過去ってやっぱ癒せるんですよ。何が癒せるかっていうと、記憶は変えられない。起きたことは変えられない。だけど、そこに乗っかってる感情っていうのは溶かすことができるんですよ。で、感情がないと、実は辛い過去を思い出しても別に悲しくないんですよ。これがなかなか理解されない難しいことだなと思うんですけれども、どんなに辛い記憶があってもそこに感情が乗ってないと、実はそれは心の傷ではなく単なる記憶でしかないから、感情が乗ってないと、しかも思い出すことってそうないんですね。だからトラウマを持っている人っていつ何時であっても過去の記憶を振り返ると涙が出る。これは記憶に感情が乗ってるからなんですよ。だから癒しっていうのはどういうことかっていうと、この感情の部分を癒してあげる。癒すと、解けるんですけど、じゃあ癒すって何かって言った時に、癒しの方法はいろいろあるんですけど、一番いいのはとにかく見に行く。その感情に会いに行く。ですっごいそれって怖いことで、例えばね、何でもそうなんですけど、私ダイエットしますって言った時に、じゃあ今実際何キロカロリー食べているのかっていうのをまず知る必要があるので、ちょっとこれダイエットしたいと思ってる人はよく聞いてほしいんですけど、今現在どのぐらいカロリーを食べているのかっていうのを書き出す必要があるんですよ。全部。で、ダイエットするには何キロカロリーマイナスにしなきゃいけないっていうのを書き出して、じゃあそのためには、例えばマイナス500カロリーだったとしたら、その500の無駄な分とかを書いて、これはもう次の日から食べないってすると、絶対に体重って減るわけですよね。だからダイエット失敗する人っていうのは、書いてしっかり自分が今食べているものを把握してない。大体こうだろう。だから大体これぐらい減らそうとかってするから失敗するんですよね。で、癒しっていうのも実は全く同じで、実際に事細かく過去に何があったのかっていうのを過去に飛んで見に行く必要があるんですよ。で、それはすごい辛い記憶だから見たくないって思う人がほとんどなんですけれども、何か現在を改善するときに臭いものに蓋をして前に進むっていうのは結構意外に遠回り。さっさとその臭いものの蓋を開けて、実際にもうこのゴミ箱の中何が腐ってんだろうって言って、その腐ってるものをしっかり取り出して燃やすなりとかってした方が、この目の前にあるゴミ箱はさっさと綺麗になりますよね。臭いものに蓋をするとまたどんどん腐ってきて匂っちゃうから、また蓋をしてってこっちにすごいエネルギーが取られて、意外に前に進めないっていうので、癒しの場合だとその過去にちゃんと訪れて、実際に過去のその子供の頃の自分に会いに行って、事細かくその自分が傷つくまでの記憶っていうのをしっかり全部見に行って、現在の自分もちゃんと納得して、こういうことが起きてってやって、でその過去のその子がどの瞬間にその悲しいっていう感情を得たのかっていうところを一緒に見に行って、一緒にその悲しみを感じるっていう、どこまでも一緒にその感情っていうのを感じきると、過去のその悲しい感情って消えるんです。
これはもうメカニズムとして覚えておいてもらうといいんですけど、悲しみっていうのは見続けると消えるんです。だからさっさと過去に行って見に行ってあげた方がよくて、今の自分が過去の悲しみを何とかしようと思っても消えないんですよね。ちゃんと過去に飛んで記憶の中に入って感情を見続けると、感情って面白いんだけど見続けると消えるんです。これが癒し。私は人々って目覚める必要があると思うんですよ。なんか目覚めたいっていうよりは目覚める必要がある。もうそういう時間に入ったよっていうのはもう長年ずっと話しているわけなんですけれども、その理由っていうのは目覚めると私たちの波動って高まるからなんですよ。やっぱマインドに絡まった人間で生きるよりスピリットで生きる方が波動が高まる。で、一人の波動が高まると、この世の波動も引き上がるんで、その目覚めた人っていうのが増えれば増えるほどこの世の波動っていうのは高まるんですよね。で、波動が高まると私たちが起こすアクションとかも変わるんで、必然的に世界も変わる。そういった意味で私たち一人でも多くが目覚める必要があるんですけど、個人レベルで言ってもやっぱりその過去の傷ついた自分をもとに現在過去の傷ついた自分をフィルターで通して現在を見ると、いろんなことってすごく悲しくてネガティブに見えると思うんですよね。それすごい辛いと思うし、なんかスピリットが持っている能力ってやっぱりマインドだけで生きる能力と全然違うんですよ。わかりやすいのだとそのサイキック能力もそうだし、人を癒すヒーリングの能力もそうだけれど、例えばそのインスピレーションを宇宙から落とすっていう能力もスピリットだけが持ってて、マインドがかぶさってる間はスピリットはそのアンテナってなんていうか打ち消されているので、なかなかインスピレーションなんて降りてこないんですよ。マインドでぐちゃぐちゃになってる時ね。なのでやっぱりこのマインドはマインドとして、だけど私はスピリットなんだっていう風に生きていく人が増えていくと、単純に幸せな人が増えるんですよね。だから私はその人を目覚めさせるっていうことをするんですけど、そのマインドとスピリットを分けるという経験を目指すのはすごく大切だと思いますが、しかしそれだけではなかなか目覚めた自分で生きるっていうのは難しくて、こっちのこのマインド、ここにフォーカスしたコンテンツとか書籍とかっていうのは少ないと思ってるのよね、私ね。だからなんかちょっとどうしたもんかなって本当思うんだけど、なぜかというとやっぱり過去の臭いものを見に行くっていう作業がどうしてもこのマインドをなんとかするっていうところには含まれてしまうからだと思うんですよね。なのでそれをやった人じゃないとやっぱ語れないわけじゃないという意味で、どうしても少ないんだと私は思うので、それをやれた一人としてね、私はもう本当に語っていかなきゃいけないなというふうに思っているんですけど、その過去を癒すっていうことはちょっと今話を聞いただけでも、なんか難しいし自分だけじゃできなさそうだなって思うと思うんですよ。これはやっぱり誰かのお手伝いを得た方がいいと思います。私がこの動画で話せるのは、もちろんうちのプラクティショナーを頼っていただけると、私はそれができる人を育てているわけだから、手っ取り早く誰がいいですかって言われると、うちのプラクティショナーがいいですよとは言います。ただそれ以外のプラクティショナー以外の人たちは私は知らないのでおすすめはしないですけれども、でも何かしらその過去を癒すっていうことを過小評価しない方がいいなっていうのが一個と、あとはその単純に自分のマインドを書き出してみる。そのダイエットの記録と同じようにただ書き出すだけでも、私こんなこと思ってんだ、特にネガティブなこと100個ぐらいもうあっという間に出てきますよ。私って何々だとか、私ってこういう存在、私のこういう性格が嫌いとか、うわーってなると思うんですけど、書いたものよーく見つめるだけでもすっ
ごいバカバカしいなって思うものがたくさん出てきて、100個から30個ぐらいにはすぐ減らせると思う。そうやってやっぱり自分のマインドをちゃんと見つめるっていう作業が絶対必要になってきますし、すごく大切なこと、目覚めるのに一番大切なのは、よくフォーカスされるのはその目覚める体験が必要なんだって思う方が多いんですけど、この体験自体ははっきり言ってそんなに難しいことじゃないです。逆に言うと、このマインドをずっと見つめてれば勝手にこのスピリットって出てくるので、マインドがさ、自分じゃない、バレたみたいな風になって、スピリットが勝手に出てくるから、その体験自体はそこまで実は難しいことじゃなくて、どちらかというと、そのマインドを見つめるっていうのって、言ってみればすごく退屈だし、毎日コツコツ頑張らなきゃいけないことだったりするから、なんか結構後回しにされることも多いのかなって思うんですけれども、一番実は早い。だし、やっぱりその、自分のマインドにとらわれて生きるって正直すごい辛いと思うんだよね、私ね。もう私は過去の自分に絶対戻りたいとか思わないし、私はすごい自分のマインドがもう超ネガティブだったからさ、あの世界観で生きるとかもうありえないなって思うんで、だから今までコツコツやってきたマインドを見つめるっていう努力は本当に自分へのすごい投資だったし、あれをあんなにコツコツやったから私は宇宙人に見初められたんだって思ってるのね。そうそう。だってもうこれができる人じゃないとさ、なんかこう、ね、スピリチュアルリーダーにはなれないわけじゃない。ね。そう。そういうことなので、皆さん今日の仕組み、ちょっと難しいかもしれないんで、もしかしたら何回か YouTube 聞き直すっていう、そんな、真面目な視聴者さんがいてくれるかどうか、ね。そうだといいなって思うんですけど、目覚めの仕組みと、その癒しの仕組みをもう一回しっかりと、理解するっていうことを今日は目的にした動画なので、ぜひ皆さんじっくり今日私が言ったことをやってみてください。はい。皆さん、たくさんの方が見てくださると、私の動画のね、やる気にもつながりますし、また大きなチャンネルになるとやれることも増えると思いますので、皆さんぜひビッグいいね、チャンネル登録よろしくお願いします。また会いましょう。バイバイ。